はい、どうも皆さん、こんばんは。マシマです。どうも皆さん、こんばんはです。はい、というわけでですね、今日は、グレジュビの日配信ということで、グレイとジュビアの絵をね、中心に、落書きなんですけど、いつも通り落書きなんですけど、描いていこうかなと思っております。はい、皆さん、こんばんはです。はい、こんばんは。はい。グレージュビしか勝たんのよ。なるほど。はいはいはい。はい、ありがとうございます。はい、こんばんは。祭りが始まりました。何か食べましたか？なんか食べた。今日何も食ってないね、そういや。まあ、いっか。あれ忘れてたよ、いつもの自分のアバター。アバターというか、なんというか。ちょっと待って。表示させたい。できたかな？はい。表示されてるよね。自分のアバター的なやつ。表示されましたかね？ありがとうございます。スパチャありがとうございます。何中明って何で読むの？漢字が読めないんだけど。はい。名月にグレジュビはオツですね。これなんて読むの？中明って書いて。チューチューっていうの？勉強になりました。チューチュー、チューチューって言うんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、早速なんですけどもね、まずはね、恒例のね、そうだ、先に言っておきたいんですけど、イラストめちゃくちゃいっぱい来たんですよ。イラスト本当にめちゃくちゃいっぱい来て、多分ちょっと、あれですね、募集期間が長かったせいだと思うんですけど、そのせいでめちゃくちゃいっぱい来てしまってですね、全部はご紹介できないと思います。本当申し訳ないです。たくさん来てるんでね。はい。まずはですね、今まで僕が描いた、グレイとジュビアのイラストの中で、落書きの中からちょっとセレクションして、ね、ちょっとお見せしようかなと、紹介しようかなと思っております。意外と少なかったです。なんかいっぱい書いているつもりだったんだけど、そうだ、もう一個、そう。今日ね、書く予定ね、こちらです。こちらをね、後で、ペンを入れて、その後、ちゃんと色塗りまで、がっつり、やろうかなと、思ってますので、お楽しみにしててください。はい、そして、はい、私の書いた、グレイとジュビアの、セレクション。まずはこちら、かなり古いものです。はい。もう古くてなんかちょっと見るの恥ずかしいんだけど多分すごい暑い夏に描いたんでしょうね。はい、覚えてる人いるかな？相当古いんだけど。ね、じゃあ次いきます。次は、これね、この間なんかのライブでも一回紹介したんですけど、改めてもう一回。すごい僕好きな絵なんで。これ何してんのって話ですけどね。壁ドンですよ。はい、壁ドンの、おパンツバージョン。おパンツ見えてるバージョン。ラッキースケベバージョン。スパチャありがとうございます。はい、こんばんは。どんなグレジビを描いてくれるのか楽しみです。はい、ありがとうございます。どんなグレジュビか。先ほど紹介したんですけど、こちらですね。こちら描いていきます。はい。はい、続いてね、これ結構レアかな。知ってる人少ないんじゃない？これ一応ね、ツイッターに書いた落書きなんですけど、グレイとね、ジュビアらしい。グレイとジュビアらしいね。はい、4コマ漫画です。グレイは歩いてるだけで自動的にね、服が脱げていきますので、それを拾い集めるジュビアみたいなね。知ってます？見たことある？そうだよね。落書き全部チェックしてる人は見たことあると思いますけども。はい、続いてこちら。これもね、一回紹介したかな。はい、ジャイアントスイングバージョン。ジャイアントスイング、これいろんな人のバージョンあるんですけど、グレイとジュビアバージョン。なんでこんな状況とかはちょっと突っ込まないでください。なんだかよくわからないんだよね、自分でもね。はい。続いてこちら。これちょっとエロいんでね、あんまりまじまじと見せられないんだけど。はい。これなんか知らんけど、
ヌードポーカーみたいなのをしてるような感じなんですかね。どういう状況なんだろうね。はい、続いてこちら。はい、こちら。なんか四角いグレイを散歩してるジュビア。これグレイかなり気持ち悪いことになってるんだけど。はい。さあ続いてはこちら。これは、なんかプロレスシリーズ。プロレスシリーズ。なんか一時期ね、キャラクター同士がこうプロレスやってるみたいなのね、そういうシリーズハマってる時がありまして、そのうちの一つだと思います。これもラッキースケベ。まあ確かに。確かにそうですね。はい、続いては、これ結構最近の絵ですね。はい、こちらです。まあ、ジュビアを描いたんですけど、まあ、グレーもおまけでついてきましたよ、みたいな感じの絵ですね。これ結構最近の絵です。はい、スパチャありがとうございます。はい、大手記ホールですね。大手記ホールっていうの？勉強になりました。はい。さあ、そして次はね、これ、未発表です。未発表の、先ほどの、てか今映ってる絵の別バージョンがあったんですよ。ペン入れとかちゃんとやる前にボツにした別バージョンご紹介します。未発表の絵です。はい、こちら。グレイの人形を持っていつつ、グレイの服を着ているっていうかなりキモい感じになってるんですけどもこれさっきのやつのね、別バージョンなんですよ。これね、これ書こうとして最初に、思いついたのがこっちだったんだけどすごいよね、これ。かなり痛いって言ってます。やりすぎだけどジュビアらしい。ええな。はい、マシマン。はい。そうそう、海外の方もね、たくさんいらっしゃってますんで。はい、私ね、英語全然ダメなんですけど、たまにはね、そう、海外勢にもね、反応しなきゃいかんなと思っておりますけど、はい。瞬間的に読めないんですよね。時間かければ読めるんですけど。はい、こんな感じで、私がね、今まで描いたグレイとジュビアのイラスト、まだまだあるんですけども、とりあえず今回は落書きセレクションということで、はい、発表しました。でね、皆さんからいただいた絵もめちゃくちゃいっぱいあるんで、ちょっとずつ紹介していこうと思います。はい。まずはね、ちょっとあれだな。こいつ、描いていこうか。ちょこっと描いていこう、まずは。落書きなんかもね、やりたいなと思ってるんで、いつも通り落書きしつつ、今回はね、こっちの絵を結構がっつり描いていきたいなと思ってますんで。はい、じゃあ描いていこうと思います。ちょっとでかいんだよね、これキャンパスサイズが。キャンパスサイズがでかいんで、まあ、ちょっと時間かかりそうなんだけど、ちょっとそこはパッパッパッと描いていきます。あとね、なるべく皆さんが見やすいように回転とかは使わないようにしたいんだけど、ちょっと手癖言ったそばからね。手癖なんですよ。スパチャありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、米国からご挨拶。はい、グレイについて質問です。彼は強さの点で他のチームに遅れを取っているようです。彼は強くなりますか？いやいや、強いでしょ、十分。十分強いよ。はい、スパチャありがとうございます。グレイジュビ好きだわって。グレイ十分強いっすよ。僕の、そう映ってないのはちょっと問題かもしれないですけど、僕の中の評価では、そうですね、ほんと、ナッツと同じぐらいの強さの設定なんですけどね、設定的にはね。もちろんね、ナッツにはちょっと主人公補正ってものが入ってますけど、基本的にはナッツと同じぐらいの強さみたいな設定ではありますよ。主人公補正ってやっぱ強いからね。いったそばから回してますね。ごめんなさいね。回した方が書きやすいんですよ。書きやすいし、素早く書けるんで、ちょっとそこは許しちゃってください。はい。ちょっとでかく書きすぎたかな。ちょっとでかく書きすぎて、作業時間が不安なんですけども、ちょっとシャシャシャって書いていきますね。あんまりちょっと、仕事で使う絵みたいにね、時間をかけないように結構サクサクっと書いていこうと思います。横顔の方が楽かと思ってね、横顔にしたんですけど、意外と
めんどくさいですね、これはこれで。2人の目線の先に誰がいますか？誰でしょうね。あれ、グレーってピアスしてたっけ？やばい、そんなことも覚えてないわ。まあいいや、つけよう。してたと思う、左耳だけ。なんか落書きとかではね、グレーとかグジュビアってたまに書くんですけど、まあ、ちょっと仕事として書く機会はもうほとんどないんでね、ちょっと忘れ気味なところはあるんですよね、いろいろとね。いやでもね、グレーは本当なんか、いつも衣装を描かなくていいからすげえ早いんだよね。衣装を描かなくていいからさ、そこの分はめちゃくちゃ早いんですよ。あ、ちょっとごめん、下の方すぎた。これね、僕の癖なんですよ。これも癖。ちょっと下の方で作業してしまう癖があるんで、ちょっと真ん中あたりにね、持ってきたいんですけど。これね、何度も言ってるんだけど、使ってる液晶タブレットがね、ちょっとでかすぎて、でかすぎて、作業領域結局下の方になっちゃうんですよ。こんなでかくする必要なかったんじゃないかって思ってんだけど、なんか原稿用紙がさ、まん丸っていうか、原寸大で入る液タブないかなって探してたらね、でっかいやつになりました。めちゃ気に入ってますけどね。スパチャありがとうございます。12月8日にガジレビの日配信かな。ガジレビの日配信ありますか？どうでしょう。その日がね、僕仕事空いてればやってもいいんですけど、まあ言ってもガジルとレビってまあ脇役なんでね、配信やって人集まるかなって不安もあるんだけどね。まあ、なんか、配信できなくても、イラスト描いたりとかそういう風にね、皆さんが作ってくれた記念日は、お祝いしたいなって気持ちはあります。はい。まあ、グレージュビの日っていうのはなんか分かりやすいよね。数字がグレイとジュビアを表してるってことでしょ？うん。他にもなんかいろんななんか記念日とかね、作ってくれてる人いるんですけど、中にはね、僕自身よく分かってないやつもあって、なんでこれがこれの日なんだみたいなのがあるんですけど、うん。まあありがたいことですよね。ありがたいことだと思ってます。まあでもちょっとね、そのね、皆さんが作ってくれた、なんだろう、記念日配信っていうの、記念日っていうのはめちゃくちゃありがたいとは思ってるんですけど、ちょっとその度にね、僕なんかやるかって言ったら、ちょっとそれは約束できないんで、それだけはちょっとね、ごめんなさいということで、先に、私下の方言ってた。ごめんなさいね。さて、次もジュビア書いていこう。グレー一瞬で、傷忘れてた。これないと怒られんだよな。グレー結構すぐ終わったね。はい、じゃあ次はジュビア書いていきます。ジュビアはね、目の中がさ、黒目なんですよ、漫画だと。交際がないキャラなんですけど、だんだんとね、それだけじゃ表情をこう、伝えるのにね、感情とか伝えるのに厳しくなってきて、もうちょくちょく交際入れてる描写も目立っていると思います。はい。スパチャありがとうございます。昨日レイブの時の交わる日だったの覚えてます。レイブってもう何年前の話ですかね。はい。まあありましたね。その時の交わる日みたいな設定が。昨日だったっけ？ごめん、覚えてないわ。7月7日とかじゃなかった？それ春の誕生日か。9月9日が時の交わる日って設定だったでしたっけ？いやーさ、申し訳ない。さすがにちょっとね、記憶が。いにしえの記憶すぎますわ。恋をすると瞳が輝くからってまあね、そうなんですよ。交際のないキャラのままね、いくとね、なかなか難しい表情というかね、場面も多々ありましたので、ついつい交際をね、入れてしまう時がありました。
ついついというかもうそれでいいやと思ってるんですけど。ちょっと時間かけすぎかな。ちょっと待って。これみんなのイラストを本当発表する時間あるかな。それもちゃんと設けないとね。すんげえたくさん来たからね。あんまり早くから募集するもんではないですね。あれさ、しかもさ、なんかツイッターのDM で募集したんだけど、仕様だと思うんだけど、一つのイラストっていうか一つの DM 開くじゃないですか。一つの DM 開くと、次また一番上からカーソルが一番上に戻るんですよ。もうそのせいでね、何回マウスの中のクリクリってやつやったかわからんですわ。その度にこう下までね、さっき読んでたところまでブイーンっていくんだけど、あれどうにかならんのかね。もうめっちゃくちゃマウスのグリグリ触りましたよ。昨日今日で。なんつうのマウスのグリグリ。真ん中のホイール。あれ。さてさて、もうだいぶできてきたかな。なんかスピード上げるって言った割にはちょっと時間かかってるね。ちょっと恥ずかしい。ちょっとキャンバスがでかいんで許してください。キャンバスでかいんでちょっと線に時間かかってるんですよ。これまあね、これ縮小して書けば早いんですけど、これだとちょっとみんな見づらいでしょ。まあだからなるべくね、こう拡大して、大きめのキャンバスで書いてるんですけど、大きめのキャンバスにすればさ、その分ね、手のストロークが伸びるんで、時間かかっちゃうって感じなんですよね。さっき目の話したけど、目描くときにすればよかったわ。もう特に話すことないよ。そういう時はコメント拾うのが一番か。グレイがピアスしてる。あれしてなかったっけ？ごめん、これほんと覚えてないんだ。あ、してなかった？ごめん。自分でも覚えてないんだよね。スパチョありがとうございます。小学生の頃からグレージュビー大好きです。来年から社会人になりますが、ずっと応援してます。はい、ありがとうございます。してました？してない気が。どっちだよ、わかんねえじゃん。まあいいや、今回はじゃあしてるバージョンということで。してなかったっけ？なんか僕のさ、手癖で、結構左耳にピアスつけちゃうこと多いんですよね。まあ僕もね、自分自身がしてるってのもあるんだけど。してなかったっけ？まあいいや。時折してるような。今日はしてるってことで。はい、そうしましょう。はい。はいはい。ちょっと今ね、頑張って英語読もうとしてね、読めなかった。過ぎてっちゃった。はい。はい。Do you when fairy tale、100年クエスト ?100 年クエストって英語でなんて言うんだろう。それすら分かってないや。100年クエスト。will release set。どういうことや。いつリリースされるんかってことか。2週間に1回なんだけどさ、今、各種でやってんだけど、なんか伝わってないのかな、なんか。向こうの人にはなんか伝わってないのかわからないけど、なんで毎週やらないんだっていうね、文句がたまに来るんですよ。まあ毎週ちょっとね、きついんです。毎週はって。もうそんな感じなんですけど。そう、ジュビアはね、まつげが結構ポツポツポツってあるんですよ。ポツポツポツっつって。ポツポツポツってまつげが結構あって、これがまあ特徴の一つかな。あとね、もう一個はこの二重まぶたの部分、この部分、
この二重まぶたがね、若干だけど、他のキャラより高いって感じだね。すげえ分かりづらいんだけどさ。なんか、ルーシーとかのまつげってこれぐらいの距離なんだけど、あと、そうだね、エルザもこんな感じなんだけど、ジュビアは実はここがちょっとだけ高いんですよ。すげえどうでもいいんだけど、はい。どうでもいい話でした。今ね、これちょっと上から見てる感じなんで、そんなに高く書いてないんだけど、基本はちょっと高いって感じですね。はい。カチカチ音うるさいかな。すいませんね。カチカチ音うるさかったらね。なんだこの手。グレーの手か。いやらしいな。まあいっか。自分で書いといて何言ってんだって話なんだけどさ。グレイとね、ジュビアって、本編だと、全然そんな大した進展なかったんですけど、それ理由があってさ、なんていうのかな。これね、ちょっと海外の人には伝わりづらいんだけどね、ジュビアっていうキャラクターの、なんていうのかな、恋する乙女的なのが可愛いなと思って書いてたんですよ。恋する乙女。一方的にね、恋する乙女みたいな感じが可愛いと思って書いていて、さらに言うと、グレイの方も、これね、これも本当日本的な感覚だと思うんだけど、いわゆるさ、ガチ恋勢っていうのかな。カップリングじゃなくて、グレーが単体で好きって人もいっぱいいるんですよ。多分今でもいると思うけどさ。一応ね、そういう人たちに配慮して、本編やってる最中は、あまりね、露骨にくっつけるようなことはしなかったんですけど、もう本編終わってるんでね、100年クエストの方ではね、若干進展しているようなシーンもあると思いますし、ね、これからこの2人どうなっていくのかなみたいなところもね、100年クエストの方で楽しんでもらえるといいかなと思います。本編の方はもう一区切りついて、僕なりのね、けじめというかけじめというとちょっとかっこよすぎるんだけど、僕なりのこのルールのね、抹消させたというか、抹消じゃないな。ルールを、守って最後までやったんだけど、100年クエストからはそうでもないですよって話ですね。はい。できてない。ちょっと。ネックレス忘れてました。ネックレスめんどくせえな。普通の紐にすらよかったね。いやー、言っても雑ですね。がっつり書くとか言いつつ言っても雑でした。いいでしょう。ちゃんと色まで塗るんでね。ちゃんと色まで塗るのを想定して、これぐらいにしておきましょう。はい。これで一応あれかな。線が終わったかな。一応これで線が終わりと。はい。一応線が終わりました。スパチャありがとうございます。はい。さあ、線が終わりました。ほい。これ後でという色塗っていきますんで。はい。ちょっと待って。ちょっとここディティール加えたいな。なんかさ、下書き書いて、その上からペン入れするじゃないですか。で、なんかね、下書き消した時にね、なんか気づくのってあるよね。それまではなんか全然、ね、気にならなかったのに、下書き消した瞬間気になるってことありますよね。はい。というわけでこれね、色塗っていくんですけども、ここで、皆さんからいただいたイラストをちょっと発表しようかな。もうめちゃくちゃいっぱいあるんで、サクサクいきますよ。あんまりね、1枚にちょっと時間かけてる、あれはないので、申し訳ないんですけども、サクサクいきます。本当にね、本当にめちゃくちゃいっぱい来たんで。うん。本当にめちゃくちゃいっぱい来たんで。はい。一気に開くとちょっとフリーズしそうで怖いんだけどな。はい、まずはこちらです。かわいいね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、これめちゃくちゃすごいのよ。これ。
これ背景の方が時間かかってないって思うんだけど、これめちゃくちゃすごくないねえ。ちょっと感動しちゃったよ。背景とか自転車の方が時間かかってそうで。ありがとうございます。はい。続いてこちら。はい。これもまた素敵なね、グレートジュビアですね。はい。なんかシャルウィーダンスみたいな感じかな。ねえ。ありがとうございます。はい。続いてこちら。色使い綺麗ですね。まあ、グレートジュビアといったらね、こういう寒色系の色でね、まとめるのがすごい似合うと思うんですけども、めちゃくちゃ似合ってますよね。はい。はい、続いてこちら。はい。これは、なんかガキいますね。ベイビーがいます、ベイビーが。はい。ね、ハッピーグルビアデイ。そう、グルビアっていうのかな、海外だとね。はい。なんかいいですよね、これも雰囲気あって。ガキって言い方よくないな。ベイビー。はい、赤ちゃんいますね。ありがとうございます。ガキ。はい、続いてこちら。かわいい。めっちゃかわいいですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。はい、上手。塗りが上手ね。ちょっとなんか油絵っぽい感じのね、厚塗りっぽい感じの塗り方なんだけど、すごいかっこいいですね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。はい、また可愛らしいですね。はい、ジュビアを肩車してるグレイですね。ありがとうございます。はい、こちら。うわ、またすごいの来た。かっこいいね。これ何これ何携帯の待ち受けにしてくれってことねえ、かっこいいっすね、これ。さっきも言ったけどね、寒色系でビシッとね、まとめてもらってて。ね、これはいい。太ももがって言ってますけど、羨ましい。可愛いしか出てこん。待ち受けだって。わお。サンキュー先生。はい。あざます。ね、本当はもっとアップで見たいよね。かっこいいよね、これ。めちゃくちゃ上手。はい、ありがとうございました。はい、続いてこちら。なんかドット絵。うまっ。ドット絵ですね。ドット絵のグレートジュビア。かわいいっすね。いいね。上手だね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。これはなんだこれはあれかななんか二人が入れ替わっちゃった的なあれかもしれないね。左にグレイが入ってて、右にジュビアが入ってるみたいな状態かな。うん、まあこの表情から察するにだけど。ね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、かわいい。上手だね。なんか塗りが上手だね。はい、素晴らしい。よく見たらね、下にもね、あれグレーとジュビア書いてあるんですよね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。あ、これもうまいね。素敵ですね。なんかね、お花畑にいるようなグレートジュビアです。まあ、イチャイチャしやがってこいつらね。はい、続いてこちら。あ、これもいいですね。これなんか、おしゃれですね。ね、お互いの顔は見えてないんだけど、めちゃくちゃおしゃれですね。なんかね、氷で作ったプラカードみたいなのをね、掲げてるっぽいんだけど、すごい。これいいね。はい、ありがとうございます。さあさあ、いっぱい来てるんでね、まだ紹介しときましょう、今のうちに。もうちょい紹介しときましょう。ここまで紹介しようかな。はい。本当に、いっぱい来すぎて困るぐらい来てるんで。はい、続いてこちら。はい、またガキいます。またお子様います。ありがとうございます。はい。じゃあ続いてはこちらです。はい。これなんだどういう状況なんだこれ。グレイが水でなんか椅子に縛り付けられていて、これジュビア何しようとしてんだろう。ぶん殴ろうとしてんのかな。何しようとしてんだろうね。いやでも、はい。素敵なイラストですね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、かわいい。なんか俺がいる。グレージュビの日。グレージュビの日になんか僕お邪魔しちゃいました。なんか右の上の方に。かわいいね、これ。ありがとうございます。はーい。さっきのはラプンツェルのパロシーンね。なるほど、なるほど。確かに言われればそうだね。確かに。はい。これはね、なんだろう、すごい可愛いよね。ほのぼのしててね。はい。わざわざ僕もね、書いてくれてありがとうございます。はーい。はい、じゃあ続いてこちら。あ、また、
また子供が生まれてきたよ。てかこれグレイちょっと成長してんのかなね。若干ひげ生えてるし髪の毛長いし、ちょっと成長したグレイって感じかな。なんか渋いね、ちょっとね。っていうかなんかすごいグレイもさ、ジュビアもすげえ寒そうなんだけど。ね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。はい。あ、さっきね、僕描いてた絵に近いかな。ね、こんな感じだよね。うん。いや、いいね、これもね。仲良さそうでね。いや、素敵だな。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。はい。あ、これもいいですね。なんか爽やかな感じで。グレイとジュビアのね、爽やかな感じのイラストです。はい、続いてこちら。あ、いいですね、これも。なんかめっちゃアートって感じしますけど。ね。海外の方っぽいね。ハッピーグルビアデイ。なんかほっぺたにグレーのステッカーみたいなの貼ってるけど。ね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、また上手ね、これ。なんだこれ。上手。これは、ジュビアの手を変なとこ持っていこうとしてるわけじゃないよね。そういうことではないよね。はい、手握ってるだけだよね。大丈夫だよね。はい、よかったよかった。はい。わ、すげえいいね、これ。はい。変なとこじゃないよね。大丈夫だよね。はい。続いてこちら。お、いいね、これまた。なんか塗りがね、上手だね。光の使い方がすげえ上手だね。なんだこれどうなってんだろう。グレーが半分なんかね、悪魔みたいになってて、なんか天使っぽいジュビアが後ろにいるみたいな感じなのかな。なんか素敵な絵ですね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。うわ、かわいい。ギューってやってます。めっちゃかわいいです。ありがとうございます。はい、続いてはこちら。あ、これもかわいいね。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、これもかわいい。いや、なんかかわいい絵ばっかだな。ね、これ空からハートを落としてんのかな。いっぱいハートをグレイに向かってね、プレゼントしてるみたいな絵なんだろうな。これでもどんどん飛んでっちゃうけどな。はい、うわ、これもかわいいな、なんか。ていうか、これは、なんか僕の絵にすげえ似てるね。野生のマシュマロシリーズだね、これは。かわいい、めっちゃ。お互いむぎゅーってやっててね。てーてー。てーてーだね、ほんと。はい、ありがとうございます。はい、こちら。これもいいね。かわいいっすね。これジュビアの部屋みたいな感じなのかな。ね。はい、ありがとうございました。まだまだいっぱいあるんでね、後ほど紹介したいと思います。はい。じゃあ夜塗っていこうかな。なんか落書きでもしようかな。すぐ落書きしたくなっちゃうんだよな。いや、一応グレートジュビアの火ってのはわきまいてるつもりなんだけどさ。いや、それでもなんかね、落書きしないと気が済まない、なんかあるんだろうね、僕もね、きっと。なんか落書きしないと気が済まないみたいなところがあるんでね、これちょっとね、落書きぐらいはさせてくださいよ。はい、何書こうかな。落書きといったらまず思いつくのこいつなんだよな。さあ、誰でしょう。誰でしょうってこともないんだけどさ。落書きといったらまず出てくるのがこいつなわけですよ。どうでしょう。次はこいつ。もうこいつも落書きの定番だよね。グワープーンプーンじゃないの、もうこれの鳴き方が。ブーンとかそんな感じなの。ガルルガルルみたいな。ブーンガルルブーンブーンガルルガルル。うわ、怖っ。こいつは怖いよ。さて、この2人書いたらな、やつも書かないといかんな。ちょっと書くスペースなくなったな。ちょっと君たちちっちゃくなってくれ。書くスペースなくなったんでちょっとちっちゃくして。こいつも書いとかんとな。
凶悪なマスコットシリーズ。凶悪マスコットシリーズ。こんなハッピーは嫌だ。あいさー、あいさーって言いそう。なんかちょっとくぐもった声で、あいさー、よう夏、元気かい。俺は今日も元気だぜ、あいさー。くぐもった感じ。もはや誰かわからない。そうね、わからない。そう、P の書くの忘れてた。P の書かなきゃな。P のでもな、今僕の中のさ、この、なんだろう、ブームなんでね、まあ、いつもそうなんだけど、エデンズやってる間、ずっと P のブームなんで、あんまりなんか怖い感じに書けない気がするんだよな。書けるかな、怖い感じに。あ、でもこういうのじゃないんだよ。なんか、こういうさ、なんか何も考えてない目が怖い気がするんだよな、逆に。なんか何も考えてない。髪の毛みたいなのは良くないの。ここでちょっと恐怖を演出しよう。何も考えてない感じ怖くない？なんか、ホケってしてる感じ。全然普通になっちゃったわ。なんだかわからねえ。普通の P の、ハゲた P のになっちゃった。まあいいや。さて、こんな落書きは置いといて、はい。さて、色塗っていきますよ。色塗っていきます。ちょっと肌色面積多いな。大丈夫かな。服着せようか。なんか怒られたら嫌だしな。ちょっと服着せますわ。あんまり肌色面積多いとね、怒られるっていうかね、まずいことになりそうなんでね。グレーを無理やり、こんな感じで。無理やりね、服着せます。ジュビアの方も無理やり服着せます。あ、いいじゃん。お互いなんかね、お揃いのハイネックのなんかね、着ているって感じで。よし、じゃあ色塗っていこう。本当は肌色だけのがな、めっちゃ簡単なんだけどな。本当はね、本当はそっちの方が簡単なんだけどさ。まあまあ、怒られるよりはマシか。ああ、肌色塗ってた。これね、アニメだとね、若干このジュビアとグレーの肌の色って違うんだけど、まあ、原作版だとね、めんどくさいからもう同じ色で塗っちゃってますね。うん。本当はもうちょっとジュビアってね、色が薄い、もうちょっと色白いんですけど、原作版だと実はほぼほぼみんな同じ色ですね。まあこれ一重にめんどくさいからってだけなんだけど。アニメの時に色設定っつって色決めるんすよ。うん。まあこれ気づいてるかどうかわからないですけど、実は夏とかグレイとかルーシーとあとエルザもかな。うん、全員肌の色違うんですよ、微妙に。原作だとみんな一緒なんですけど。アニメだとね、若干ね、色が、黒かったり白かったりとね、キャラによって違ったりするんですよ。ね。さて、しかも塗る色間違えた説があるな。ちょっと、はい、違います。ちょっと焦ってます。これでいきましょう。はい。さて、こっから影をつけていきます。まあ、サクッとね、そんなに時間かけずにやっていきたいんで、こういうね、塗り残しがね、恥ずかしいんだよね、あるとね。はい。サクッとね、塗っていきましょう。あまり時間かけずに。塗りはね、ほんと、時間かけようと思ったらいくらでもかけれるんで、下手したらね、一日中塗ってることもできるんでね、まあそんなことやってるとね、もうほんといつになっても終わらないんで、まあ、特にこういう仕事じゃない絵はね、
サクサクっと描いていくのがいいんじゃないかなと思います。これいつも言ってんだけど、仕事の絵はね、もうちょい丁寧に描きます。はい。なんか早く描く方法とかね、いろいろそういう動画出してるくせにって思うかもしれないけど、仕事はそれなりに時間かけて描きますよ。うん。まあ、たまたま早く終わっちゃったって時はありますけど、基本的にはね、ちゃんと時間かけて作りますよ。そう、横顔にするんじゃなかったな。横顔ってね、ペンの時楽なんだけどね、色塗る時めんどくせえんだよな。色塗る時ね、若干横顔だとね、なんか、まあ、慣れないせいもあってちょっと躊躇するね。どうやって色影入れようかなみたいなねところね。まあでも今回はまあ結構雑にねわーっと塗っていくつもりなんで、そんなに気にしないでやっていきましょう。はい。まあ大体こんな感じかな。あとはねこれを、まあ、ちょっとなじませたりして、まあそれっぽくしていくって感じなんですけども、はい。まあこうあんまり時間かけずにやりたいね。はい。ほいほいほい。あ、また塗り残しが発見。はい。まあ、落書きなんだからね、そんないいじゃんって話なんだけどさ、まあ、若干やっぱ恥ずかしいよね、塗り残しはね。うん。やっぱちょっとキャンバスサイズがでかすぎるな。ちょっとでかすぎて塗りにも時間かかりそうだ。ちょっと縮小していい？ちょっと縮小していい？こんな感じで。はい。これぐらいなら塗りやすいかな。あ、スパチャありがとうございます。はい、さっき先生はグレーの夢女たちに配慮したと言ってましたが、ジュラエルも似たような理由があって、あまり2人の関係をはっきりさせなかったとかありますか？どうだろう。どちらかっていうと、だってジェラールの夢女とかっていないでしょ。グレイのグレイの夢女はなんか いたと思うんだけど、ジェラールの夢女はいないでしょ。逆になんかエルザのガチ恋勢っていうのが当時いたかもしんないね。それはちょっと配慮したかもしれない。なんかエルザガチ恋勢みたいな人はいたような気がするな、当時ね。うん。いや、しょっちゅう怒られたよ、なんか。あまりエルザひどい目に合わせるな、っつってその度に、ごめんね、ごめんねって思ってたけど。はい、ジュビアガチ恋勢ももしかしたらいるかもしれないですよね。それわかんないけどね。うん。まあ僕はね、本来、なんていうのかな。カップリングっていうのかな。まあとりあえずね、男女ペア好きなんですよ、普通に。まあ、カップルになるにせよ、ならないにせよ、このまあ男女のバディっていうのが昔からすごい好きで、うん、ついついそういうグループを作りたがちなんですよね。まあ、とはいえ、ね、そのガチ恋勢みたいなのがね、いるっていうのもね、そういうのも知ってますんで、うん、難しいとこだよね。いやでも僕の作品がさ、そんなになんだろうな、イケメンとかいっぱい出てくるわけじゃないから、そんなガチ恋勢とかそんないないだろうっていうふうには思ってたんだけどね、昔から。うん。でも意外とって言い方もあれですけど、いたんですよね。うん。そうそう。なんかさ、女性から人気ある作品ってあるじゃん、漫画でも。ね。女性の人がすごい好きな作品って。まあそういうのとは違うだろう、自分のはって思ってたんで、うん。ね、全然ガチ恋勢なんて言われるものはいないだろうって本当思ってたんだけどな。よし、まあこんなもんかな。あとはちょっと軽くなんか青っぽい影入れて、ちょっとだけ青っぽい影を肌になじませて、一番暗い影を入れて、結構時間かかってるな、肌だけで。あかんあかん。
やっぱ2人描くとね、ちょっとこうなるんですよ。1人だけだとそんな時間かからないんだけど、キャラ2人だとね、どうしてもね、時間かかってしまうところはありますね。よし、まあこんな感じでしょう。次は、ハイライト入れようかな。ハイライト入れます。こっち側に、こんな感じで、まあ、軽めのハイライトを入れていきやす。よし。そしたら、ちょっと待って、この辺もちょっと色入れようか。なんかちょっと白っぽいね。よいしょ。ハイライト。鼻の頭とほっぺたと唇。よし、まあこんなもんでいっか。ね、あんまりちょっと時間かけてもあれなんで、ちょっとこれぐらいにしとこう。時間かけるとキリがないので、次目入れますね。目を入れます。はい、ジュビアの目これでいいんだけど、いつもならこれでいいんだけどさ、これちょっと味気ないんでね、ちょっとだけ塗り入れ足します。いつもならもうこれで終わりなんだけどさ、ちょっとね、今回はね、恋する乙女の目っつうことでちょっとだけね、交際的なものを入れていきます。はい、まあこんなもんでいいでしょう。あんまりキラキラすぎるとね、もうジュビアじゃなくなってしまうので、こんなもんで OK でしょう。で、白目の部分塗って、はい、グレーも白目の部分塗って、はい、あとはね、僕はもうこれめんどくさいんで全部ね、画面統合しちゃうタイプなんで、統合して、髪の毛塗っていこう。グレーの髪から塗っていこうかな。グレーもね、本来もうこれでいいって感じなんだけどね、もう。もうこのまべたでいいじゃんって感じなんですけど、ちょっとこれだと味気ないと思うんで、もうちょっと色つけていきますけども、まあ、基本もうこれでほぼほぼ OK かな。よし。ちょっとでも濃すぎるか。ちょっと濃すぎるね。もうちょっと薄くしようか。よし、これぐらいの色にして、これぐらいでいいでしょう。で、ちょっとだけね、明るいところを作って、スパチョありがとうございます。真島先生が液タブ使い始めたのっていつからですか？レイブの結構後半の頃かな。デジタルでカラーをやるようになってからですね。それまでは使ったことなかった。まあ、でもね、最初に使ったのは板タブの方だったね。最初はまあね、板タブ。まあ、液タブって高いんですよ。液タブ高いんで、まずは、板タブって知ってます？知らないよね。すげえ専門的な話してて。板タブっていうのは、こういうやつで、ここに書くんだけど、ここに画面とかないんですよ。これ黒いボードなの。で、液タブっていうのは、画面がこうあって、これ今まさにこんな感じで、直接こう画面にね、ペン入れて書くってやつね。最初はだから液タブじゃないや。板タブで、次に液タブ。なんかね、その最初ね、液タブの利点が分かんなかったんですよ。まず、熱いんだよね、結構。当時の。今はそれほどじゃないんだけど、当時の液タブって、画面ずっと触ってるからさ、まあ、とにかく熱いのと、あと手の油もつくじゃん。で、それに、ね、板タブでやってる時ってさ、自分の右手が映らなくて結構書きやすいと思ってたんで、ね、わざわざ自分の右手が映る液タブにするのってもうアナログと変わんないじゃんとかね、最初思ってて、あんまりだったんだけど、使ってみたらね、これめちゃくちゃ
これがほんとめちゃくちゃいいんですよ。間違えた。洗顔の洗顔のとこ書いてた。まあいっか、気にしない気にしない。あ、スパチャありがとうございます。はい。レンズゼロ大好きです。ジギーは本当に複雑なキャラクターです。そうね。間違いない。めちゃくちゃ複雑なキャラクターです。はい。そしたら、OK。はい、OK。こんなもんでいっか。ちょっとだけ、あれか。光ってる感じ出そう。ちょっとだけね。まあ、照り返しみたいなやつをね、ちょっと入れたいがちなんで。はい。ちょっと入れときます。はい。そしたら次はジュビアの髪の毛、描いていこう。間違えてる。これか。やっちまった。やらかしましたね。まあいいや。これちょっと後で修正します。これね、なぜかっていうとね、ここにね、色が入ってました。よいしょ。これね、これを解除すると。いやー、よいしょ。たまにこういうね、予期せぬミスがあるのがデジタルだよね。あ、スパチャありがとうございます。はい、何ですか？レイブ9巻の表紙絵もデジタルでしたよね。探知者の顔塗るのミスった NG 画がそのまま採用されちゃったって書いてました。もう9巻からやってたんだ。多分その頃まだで液タブじゃなくて、なんだっけ、板タブ使ってたと思いますよ。うん。9巻から一応デジタルは取り入れてたんだね。その時からじゃあきっとずっと練習してきたんだとは思う。うん。スパチャありがとうございます。ジュビアとグレイ2人の息子グレージを一緒に描いていただき、それを、なんだって、それをファンみんなに見せていただけると嬉しいです。9月10日はグレージュビ一家の日でもあるので、グレージュビ一家の日。そうなんだ。真島先生、ライブたくさんありがとうございます。スローやバシに版権許可してくれて本当にありがとうございます。はい、どういたしまして。まあ一応、フェアリーテイルも一応少年誌なのでね、連載が終わるまでは許可はしてなかったんですけども、まあ、連載終わったことを機にね、許可させていただきました。はい。そうそう、グレージュって、あれか。あれだ。なんだ。グレージュってなんだっけ。グレイとジュビアの息子設定のキャラか。なるほど、なるほど。はいはいはい。あれだね。最初に書いたのはなんだっけ、なんかサイン会か何かだったかな。サイン会か何かで書いてほしいって頼まれて、書いて、んで、その後ね、まああんまりちょっと詳しくは言えないんだけど、まあ、ちょこちょこっと100年クエストの方でね、まあどんな形かは言わないけど、登場して、みたいなところもあって、そう、グレージュっていうね、設定があるんですよ。2人のね、子供っていう設定がね。うん。2人の子供っていうか分かんないけどさ、その100年クエストの方だとね、ちょっと違うんだけど。うん。まあ、なんか特に海外の人好きだよね、その子供作るの。子供作るのってなんか言い方があれだけど、子供、キャラ、設定あるね、作るの好きよね、子供キャラっていう設定。日本もそうなのかな。あんまりなんか日本人でね、それで騒いでる人はあんまり聞かないんだけどさ。いや、僕もね、嫌いではないですよ。全然嫌いではないんですけどね、そういう設定は。誰と誰の子供がとかね、好きな漫画のキャラ考えたら熱くなるし。いや、それよりさ、もうめちゃくちゃ間違えてさ、本当に線画と線画とさ、肌の色を同じレイヤーに統合しちゃったことが今悔やんでんだよな。まあなんとかなるでしょ。
さすがに千賀は最後まで統合しないとこうって思ってたんだけどな。千賀まで統合しちゃったよ。まあいいや、まあなんとかなるでしょう。アスパーチありがとうございます。あ、さっきと同じか。さっきと同じだった。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。キャワワって。レビン好きでした。レビンって覚えてる人いるかなね、レイブの時のおまけ漫画限定のキャラですよね。はい。フェアリーテールの100年クエストのアニメはいつ頃ですか？もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。これ何度もいろんなとこで言ってるんですけど、ちょっとフライング気味でね、発表しちゃったので、ちょっとだけ、お待たせするとは思うんですけど、お待ちください。はい、いずれ発表されると思います。はい。はい、かなりめんどくさいミス、そうなんです。かなりめんどくさいミスしました。これです。わかります？線画と肌の色、同じとこに設定しちゃいました。まあ、でもなんとかなる。なんとかなるよ。なんとかなるよ。今までもね、様々なミスをね、こうバネにね、やってきましたんで、まあ、なんとかなるでしょう。いやー、なんかこうね、多分話しながらやってるせいもあって、若干集中力がないんだと思うんだけどさ、それにしてもってミスだよな。うん。今までなんかライブでね、あんまりこんなミスしなかったんだけど、まあでもほぼほぼね、これでもうあとは服塗るだけなんで、はい、もうこんなもんかな、大体ね。さてここでですね、今回のあれやろう、アイコン企画ね、ちょっと今までやってなかったんで、今回アイコン企画やりたいと思います。ちょっと待ってください。忘れてたわけじゃないんですよ。忘れてたわけじゃないんだけど、はい、アイコン企画、今回の当選した方の発表したいと思います。はい、じゃあ、いきますよ。今回の当選した方は、こちらです。はい。こちらの方。これじゃない。ちょっと待って。ちょっと待ってください。こちらの方でした。はい。クルードさん。ね。このキャラを、なんか、マシマさん風に描いてください。という感じの依頼だったんですけども、はい。いつも通りね、今回、書いてあります。ごめんなさいね、書くとこ見たかった人はね。でもちょっとね、時間かかるだろうなと思ったんで、結構ね、これディティールが細かいんですよ。ね、いろんなパーツのディティールが細かくて、これね、ライブできちんと書いたら時間かかるなと思ったので、今回もこれ先に書いてあります。はい。こちら、まず、下書き。こんな感じ。こんな感じの下書きになりました。はい、そしてですね、続いてペン入れ、こちらです。こんな感じのペンになりました。こんな感じですね。そしてそこから着色も済ましております。はい、こちらです。はい、いかがでしょう。ね、これクルードさんが自分の描いたオリジナルキャラらしいんですけど、これを、マシマ風に描いてほしいということで、はい、今回描かせていただきました。はい、おめでとうございます。これね、後ほど、送りますので、いつも言ってるけど、アイコンに使ってもいいし、使わなくてもいいんで。はい、可愛いって。めっちゃマシマキャラになった。はい、ゲームに出てきそう。とても可愛いです。あざすね。で、もともとねが可愛いからね。うん。で、あとディティールがね、すごい細かくて凝ってるのよ。なので、それに合わせてね、書いただけではあるんですけども、こちらね、後でお送りしたいと思います。おめでとうございます。はい。というわけで、続いて、これじゃない。はい、続いては、こちら、服塗っていきましょう。さあ、どうしようかな、服を何色にしよう。お揃いな感じにしようかな。ちょっと黒っぽい感じの、ね、セーターにしよう。セーターというか、黒っぽい感じの服でいいかな。はい。
いいんじゃないね。もうこれでほぼほぼ完成でございます。はい。あとはシルバーアクセを塗って、シルバーアクセは、間違えた。シルバーアクセはこんな感じで塗って、まあ、ちょっと光沢つけようか。ちょっとだけ光沢つけますね。ピアスしてたっけしてなかったっけ、ちょっとすげえ気になるな。してたって人としてなかったって人いるんだよな、ぐらいのピアス。ところで僕がピアスつけてる理由っていうか、理由ってのもあれですけど、僕がなんでピアスつけてるかって話したことありましたっけ？いや、もちろんなんかおしゃれというかね、そういうのでつけてるっていうのはまあ一番あるんですけど、そうじゃなくて、ピアスをつけるに至った理由を話したことありましたっけ？どっかで話したかな？僕ね、中学の時にね、友達ん家で寝てる時にね、耳にね、ピアスでバチンってやられたんですよ。それがピアスつけるきっかけです。もう、痛くて飛び上がりましたよ。なんだと思って。寝てる最中に、友達のいたずらで、いたずらとも言えないですよ、もう。障害ですよ。障害なんだけど、友達のいたずらで、耳にバチンって食らいました。ピアスさ。まあね、厨房だからね、なんかそういう無茶したんだろうね。ちょっとそういうさ、なんだろうな、倫理観とかも多分なかったんだろうね、当時みんなね。僕もね、びっくりして、いてーっつってね、起き上がって耳たぶ押さえたら、なんかハマってました。耳に。もうびっくりっすよ。なんかピアスついてると思って。衝撃的でしょ。そんなことあるって思うけど。ね、もう完成しちゃった。さて、これに、いつも通り、グラデーションマップかけて、15% ぐらいでいいかな。15% ぐらいのグラデーションマップをかけると。はい。こんな感じでね。はい、完成しました。お疲れ様です。ありがとう。はい、こちら。グレジュビ、完成しました。どうでしょうか。ね。グレートジュビアの日、グレジュビ、完成でございます。ただ、実はですね、僕ね、すでにこの絵にね、一つだけ魔法をかけてあるんですよ。もったいぶって何言ってんだって話だけど、僕ね、魔法をかけてあるんですよ、この絵に。さて、どんな魔法だと思いますかね。私がかけた魔法はどんな魔法でしょうか。今からね、ご覧に入れますんで。はい。今からこの魔法をね、ご覧に入れようと思います。これどんな魔法かっていうと、僕のこの大好きなね、飛沫、このキラキラってやつあるんだけど、このキラキラってやつをね、こう振りかけるとこんな感じになるんですよ。ほら。キラ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 って。これも結構素敵でしょ？キラ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 っていうのは。このね、キラキラの素敵なキラキラをですね、この辺りにかけるとどうなるかというとですね、はい。この辺りにこうキラキラをかけていくとですね、なんとですね、はい。なんか誰か出てきたぞ。誰か出てきたよ。誰か出てきた。さあ、なんだこれは。はい。というわけで、はい、これ書いてくれって要望多かったんだよね。一応このバージョンも作ってみました。はい。お子様登場バージョン。こちらもね、はい。どうぞ。どうぞって何がどうぞかわからないんだけどさ。はい。一応ね、こっちのバージョンも書いておきましたんで。ね、グレージュくんバージョン。グレージュくんいないバージョンがこちら。はい、こちらグレージュくんバージョン。魔法とか言って大げさなこと言ってね、レイヤー1個表示しただけだけど。実際にはね。はい、ありがとうございます。
さてじゃあここでね、また皆さんの、イラスト紹介していこうかな。いっぱい来てるんでね、イラスト紹介します。ちょっと待って。これか。どこまで紹介したっけな。どこまで紹介し、あ、次ここからね。ここから、じゃあ、ここからここまで。はい。ここからここまで紹介。はい。死んだみたいになってるって。ひどいこと言うなって。はい。こちら。これうまいね。めちゃくちゃ。なんかアニメっぽい絵で。すげえ可愛いんすけど。これなんかプロの方って思うぐらい上手なんやけど。ねえ。めちゃくちゃ上手です。はい。ありがとうございます。はい。こちら。あ、これも可愛い。なんかグレーがちょっと病んでるっぽいけどね。はい。ありがとうございます。はい。続いてこちら。うわ、うまっすげえうまいの来た。どうしよう。めちゃくちゃうまい。ねえ、いいっすね。ありがとうございます。はい。じゃあ続いてこちら。はい。あ、おっと、これは、やばいやばいやばい。やばい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 。なんか、傘とお団子で隠れてますけど。はい。ありがとうございます。はい。続いてこちら。あ、かわいい。これも上手ね。うん、なんかすごい、パステルっていうかなんか、色の使い方がいいよね。パステルじゃないな。なんて言うんだろうね、こういうの。シックな感じのね、色使いだよね。はい。ありがとうございます。はい。続いてこちら。おっと。ケーキです。はい、こちら、グレートジュビアのケーキです。かわいいね。あ、ちゃんと氷の結晶とギルドマークと、あと傘。ね、傘。うわ、いいな、これ。俺に送ってくんないかな普通に食いたいすごい、いいね、これ。ありがとうございます。はい。で、こちら、こちらは今度、グレートジュビアのグッズの詰め合わせかな。めちゃくちゃいっぱいグッズありますね。こんなにいっぱいグッズあったんだってぐらいグッズありますね。はい、ありがとうございます。もうグレートジュビアのグッズだらけ。ね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、色鉛筆ですね、これは。アナログの絵です。はい、ありがとうございます。色鉛筆で一生懸命描いたんだろうな。ね、ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、またグッズですね。こちらもグレートジュビアに特化したグッズ種。なんか全然自分じゃ見覚えないグッズとかあるんだよね。うん、大概は知ってるんだけど、この四角い箱に入ったグレートジュビアなんだこれ。これ知らんぞ、あんまり四角い箱に入ったやつ。こんなんあんの？あ、これはなんかこの間、あれか。ドコモかなんかのやったやつだよね。あと本誌も、あれか、これグレートジュビアが活躍したとこ集めてんのかな。ありがとうございます。わ、すごいね。いや、こんなにグッズあったんや。驚きです。はい。あ、うまい。これなんか漫画の中のワンシーンみたいだね。なんかこういうシーンあったような気もするね。いやー、ありがとうございます。はい、続いてこちら。あ、上手。これなんか知らんけど、後ろでナツとルーシーと、これ俺かな？これ僕っすかね？凍らされてんの。いやいや、原稿やってる最中なのに、凍ったらまずいでしょ。間に合わなくなっちゃうよ。なんか二人でなんかやって、ね、後ろの方で凍らされてますけど。はい、ありがとうございます。で、続いてこちら。これもなんか可愛いね。何してんのこれ。左のやつはジュビアが自分の水飲ませてるの？右下だからちょっとグロいんだけど。ジュビアの体を貫通してるグレイ。まあ水だからね。全然怪我はしないんだけど。若干グロいよね。いやでも可愛い。ありがとう。はい。で、続いてこちら。あ、またこれ可愛いですね。何これ。すげえ可愛いんだけど。なんか色味も相まってね。すんごい可愛い。なんかこういうデザインの商品ありそうなんだけど。ねえ、めっちゃ可愛い。あざす。はい、続いてこちら。あ、これはコスプレですね。なんかこの写真見覚えあるな。あ、これなんか右下のやつなんか見覚えある気がするんだけど、この間のコスプレサミットに出てたやつかな。うん。グレートジュビア。っていうか、何これ。
めっちゃいい体してんやけど。あ、スパチャありがとうございます。ピーノのお話待ち遠しいです。あ、もうちょっとですよ。待っててくださいね。はい。いやー、いいっすね、この2人ね。美男美女って感じでね。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。こちらなんだ、これ落書きだ。これただの落書きでした。はい。じゃあ続いては、ここから、ここまで発表したいと思います。はい。ドドン。あ、ちょっと待って、でか。多すぎたかな、多すぎてバグったかな。大丈夫。はい。治りました。はい、こちら。これなんだろう。猫耳っぽいジュビア。ね、かわいいね。はい。で、続いてこちら。これも上手。なんか塗りがうまいね。こうなんか木漏れ日がね、葉っぱから落ちてる感じとかね。すごい上手ね。かわいい。はい、ありがとうございます。はい、続いてこちら。これもうまい。つうかさ、みんなうますぎなんだけど。みんなうますぎて嫌になるぐらいうまいんだけど。何これめっちゃうまい。ありがとうございます。ここにもね、いますね、グレージュくん。はい、続いてこちら。なんだこれ。水の中にいるジュビアと、このグレイは何なんだろう。ぬいぐるみなのか、なんかこういうやつなのか。ね、ありがとうございます。はい、こちら。うわ、なんかちょっとエロい。なんかちょっとエロい感じのやつきましたね。はい。でも、いいね、こういうのね。素晴らしいね。ありがとうございます。はい、続いてこちら。わ、うまい。かわいい、これも。なんか鎖がついてるけど、なんだろうな、この鎖は。あ、これあれか。これグレーのネックレスか。なんかグレーがさ、鎖を持ってさ、このプレゼント渡してるかと思ったわ。そういうことじゃないのね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。はい。グルビアウィークということでね、ここにもね、ガキンチョいますね。はい、小僧いますね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。はい、ありがとうございます。かわいいね。色使いがやっぱね、みんな感触のね、感じでまとめてくれるんですね。ありがとうございます。はい、こちら。あ、上手。これは何だろう。ダンスしてる感じかな。いいですね。はい。このジュビアのこのね、ウエストのラインがセクシーですね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。9月10日はグレジュビの日ということでね。はい、ありがとうございます。はい、こちら。あ、これね、そうそう、これね、本当はね、GIF ファイルで来てたんですけど、ちょっとね、GIF のね、保存ができなくて、これ GIF じゃなくてこういうイラストなんですけど、この人後でっていうかどっかで、Twitter でか、ね、その GIF の動画公開してくれたら嬉しいなと思ってるんですけど、これ GIF になってるんですよ。アニメーションするんですよ。すげえね、可愛かったんでね、ぜひ見てほしいんだけど。なんか2人目いる。2人目いるでねえのかこれって。2人おる。2人おるやん。ほんとだ。2人いるじゃん、いつの間にか。ちょっと、どんどん増えてってるじゃん。はい、続いてこちら。わ、綺麗ですね。いいですね。素敵なイラストです。ありがとうございます。はい、続いてこちら。これもまた素敵なイラストですね。ありがとうございます。めっちゃ綺麗だね、これ、色使いとかね。はい。まあまあ、そんな感じでイラスト発表させて、まだまだあるんですけども、まだごめん、まだ発表しなかった。はい。で、こちら。何してんだ、これ。何してんだこれよく見ると、後ろにいるのは、エリーと、ピーノと、リリーと、左下の何なんだろうね、これ。なんか、こいつが何かわからないけど。なんか謎の絵だけどね。ありがとうございます。これ誰なんだろう。一応グリフに見えなくもないんだけど。なんか謎のやつがいる。グレイの服。なるほど。そういうことか。グレイの服ね。黄色い足のグリフに見えたけどね。多分コート。なるほど、そうだね。はい。次。はい、こちらは、後ろからグイッと。はい、なんかもう、羽交い締めにしそうな勢いだけど。はい。ね、かわいいね。はい、こちら。これもかわいい。なんかいいな。アドベンチャーゲームのワンシーンみたいだね。はい。はい、こちら。
ああ、これもいいですね。スケートリンクでデートしてるような感じかな。かわいいですね。これジュビアスケート滑れない感じなのかな。これかわいいね。はい、あざす。はい、こちら。ああ、なんかいいですね、これ、絵が。はい。ライド・オブ・ラブ。水とね、氷っていうのがね、やっぱ相性いいよね。はい、ありがとうございます。はい、という感じでですね。はい。紹介してきましたけど。いやいやいや、たくさんほんと来たんですよ。全部紹介できなくてね、申し訳ないです。はい。いや、もうね、十分やったかな。はい。というわけでね、今回この辺にしとこっかな。うん。さてさて、この辺にしておきましょう。はい、皆さん、ありがとうございました。いや、グレートジュビアの日、まあ、グレージュビの日、海外では、グレビアの日みたいに言うんですけども、本当にね、ファンの皆さんがね、たくさんこうやって、もう終わった作品なんだけど、こう、ね、お祝いしてくれるっていうのはすごい嬉しいんで、ありがたく思います。はい、ありがとうございました。これちょっと最後大きく映そうか。ね、ちょっと最後大きく映しましょう。こっちか。全然大きくはなんなかったわ。大きくはなんなかったけど、一応こんな感じで、はい。映しておきます。いや、本当にね、ありがとうございました。またね、できたらこういう、記念日みたいなのね、やりたいと思ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。そしてですね、これお知らせなんですけど、9月19日の月曜日、こちらはですね、プロ漫画家を集めてですね、お絵かき伝言ゲームをやりたいと思ってます。いつもね、僕一人でやってますけど、その日はゲストを呼んで、めちゃくちゃ豪華なゲストを呼んで、お絵かき伝言ゲームやりたいと思ってますので、お楽しみにしててください。またね、Twitter 等でお知らせしたいと思います。はい。というわけで、皆さん、本日はどうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。そんじゃね、またね。バイバイ。